皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄の大阪上本町駅です。今日はこれから大阪歴史博物館で開催の小泉八雲特別展に行きます。今回は大阪上本町駅から大阪シティバスで上本町6丁目北バス停から62系統大阪駅前行きに乗車。バスの運賃は均一運賃で大人210円。7分で馬場町に到着。下車します。馬場町のバス停からもう見えています。大阪歴史博物館です。その奥が NHK 大阪放送局です。さて、小泉八雲は最近では朝ドラでおなじみになりましたが、それ以前から日本各地に伝承される怪談や紀行作家として、さらにフォークローリスト、小説家として知られています。では、大阪歴史博物館に入ってみましょう。観覧料は常設展示とは違うお値段です。大人1名1600円。チケットを購入。交通系 IC カードは利用不可で、クレジットカードで購入しました。エレベーターで6階へ。チケットはこんな感じ。6階に着くとすぐ小泉八雲店ショップがありました。入場します。一度会場を出たら再入場はできないそうです。最初にあるのは小泉八雲の足跡。ギリシャのレフカダ島で生まれ、後にアイルランドへ、そしてアメリカで新聞記者として活躍。西インド諸島のマルティニークへ旅をした次に日本へ。日本でも松江、熊本、神戸、東京に住んでいます。こちらは英訳された古事記。古事記によって日本に興味を持たれて、日本へ行くきっかけになったとも言われています。滞在した島根県松江市、ハーンさんゆかりの場所をパネルで紹介。不門園近くにかかっていた小豆研ぎ橋、源助柱もドラマで触れられていました。3ヶ月宿泊した富田旅館は現存しませんが、女中の信が眼病を患い、気にかけたハーンは一畑薬師に信を連れて参詣したそうです。ドラマではお梅ちゃんが目が赤く医者に行けと言っていたのに、宿の主人が連れて行かないのを見て、地獄地獄と言っていたあのシーンが思い出されます。日本に来て1作目の著作、知られぬ日本の面影。ドラマでは日本滞在記と呼ばれていたもの。近畿大学中央図書館像と書かれていますね。日本で2作目の東の国から。ドラマでは錦織さんがこの本のこのくだりを見て微笑んでおられました。ドラマでは熊本の次は東京へ転居されていましたが、史実では間に神戸に住んでいます。神戸の住居跡が3カ所だったり、ゆかりの地を紹介されていました。京都と大阪は住んだ土地ではありませんが、旅行で訪れたことを紹介。ただ旅行に行ったわけではなく、フォークローリストとしての観察眼を発揮して記述されている模様。ドラマの中ではカンタという名前だった長男和夫への算数教育用ノートです。次からは怪談の著作が紹介されています。これは雪女。六六尾を走行に、挿絵です。藤田のうちわと掛け学。長男の和夫が制作したそうです。八雲が描いた妖怪画に、八雲逝去後に長男和夫が解説をつけて限定販売した小泉八雲非行画本妖魔手話。妖魔手話についてはかなりのページが公開されていました。
大きくプロジェクターで動画にされたものも見ることができました。こちらの作品は海外向けの日本おとぎ話シリーズのうち5作品が小泉八雲によるものだそうです。この表紙は朝ドラバケバケの台本に使われていたそうで、バケバケのセット公開で見ることができました。こちらは八雲の遺作となった日本一つの解明。伝記小泉八雲に収録されている思い出の木。八雲の妻の哲さんが八雲との文字通りの思い出を記したもの。アメリカでハーンと親交が深かったエリザベス・ビスランドの依頼を受けて書かれたものです。以上、撮影可能分に限り一部をご紹介しました。実際はもっと多くの展示があります。見終えてから展示解説図録とクリアケースを購入しました。入場料1600円、十分楽しませていただきました。気がつくと2時間以上展示を見ていたことになります。満足してエスカレーターを降りて行きます。帰りのエスカレーターの踊り場から大阪城がなかなか良いアングルだったことを付け加えておきます。最後に1階のレストランジパングで特別展コラボメニューの日本の心セットをいただくつもりでしたが、あいにくオーダーストップの時間になっていました。残念。ということで大阪歴史博物館を後にしました。なお、この小泉八雲の特別展は6月8日までになっています。まだ行ってない方、行きたい方はお早めに。帰りは大阪メトロ谷町4丁目駅から帰りました。実はあの後 BK プラザ9階にも立ち寄っていて、時間は17時を過ぎて夕方の混み出す時間になっていました。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。